雨月物語。吉備の釜。嫉妬深い女というものは国を滅ぼしたりオロチになったり雷を落としたりと、その肉を刻んで塩漬けにしても飽き足らないほどである。吉備の国茅郡新瀬の里に伊沢正太夫という庄屋がいた。正太夫には正太郎という一人息子がいたが、百姓を嫌い、酒に溺れ、色にふけって父の言いつけを守らない。両親はこれを嘆いて密かに相談し、両家で器量の良い嫁をもらったならば身もおのずと収まるだろうと国中を探し求めたところ、幸いに仲立ちする人が現れて言うに、吉備の神主笠田美紀の娘は評判の美人で、両親にもよく孝行し、和歌も琴もうまく家柄も正しいという。両親は大いに喜び、早速縁談を進めてもらうこととなった。笠田家の方でもこの縁談を気に入り、すぐに話もまとまって、吉日を選んで婚礼を挙げることとなった。笠田家ではこの上なお、幸福を神に祈るために神前にお湯を奉納する御釜払いの神事を執り行った。巫女や羽織部が祝詞をあげ湯を沸かすと、吉ならば釜が牛の吠えるような大きな音を鳴らし、今日ならば釜は音を鳴らさないという。ところが笠田の家では神が祝福しないからなのか、秋の虫が小さく鳴くほどの音さえ鳴らない。笠田は怪しみ妻に相談したところ、妻の方では一向に気にもせず、お釜の音が鳴らなかったのは羽織べらの身が汚れていたからでしょう。今さらどうしようもない。娘も指折り数えて婚礼の日を待っているのですよ。もしもこの悪い話を聞いたならば、どんなことをしでかすかもわかりません。その時に悔やんでも取り返しがつかないのですよ。と言って夫をいさめた。笠田もまたもともと望んでいた良縁であったので、妻に従い両家の親族一同この婚礼を盛大に祝ったのである。笠田の娘イソラは伊沢家に嫁いで以来、朝早くから夜遅くまで精を出して働き、姑に孝行を尽くし、夫の性格を飲み込んで真心を尽くして接していた。両親は良い嫁をもらったと喜びに絶えず、正太郎もそれを愛おしく思い、仲睦まじく暮らしていた。しかしわがままで愚かな性格というものはどうにもならない。いつとあなしに友の津のお袖という遊女に深入りし、ついにはこれを見受けして近くの里にかくまってそこに入り浸り、家に寄りつかなくなった。イソラはこれを悲しみ、両親に諌めてもらったり
嘆いたりしてみせたが、正太郎は上の空に聞き流して、その後は何ヶ月も家に戻らなかった。父の正太夫は、磯空のいじらしい様子を見るに見かねて、正太郎をきつく叱ると、ついに屋敷の一室に軟禁した。磯空はこれを悲しく思い、朝夕に海外しく夫に仕えて、またお袖へも密かに物を届けてやり、真心の限りを尽くした。ある日正太郎は父が不在の隙に磯空を呼んで語りかけた。お前の誠実さを見て今は後悔するばかりで、お袖とは手を切ろうと思っている。お袖は親もない不幸な身の上なので、不憫に思い情をかけてしまったが、この上は都に連れて行って、ちゃんとした人に仕えさせてやりたいと考えている。しかし、俺はこんなありさまだ。尋ねてもやれない。都へ行く旅費や着物といっても、工面できる者もいない。お前がお袖に工面してやってはくれないだろうか。磯空はこれを嬉しく思い、そういうことでしたらご安心ください。と言って、密かに自分の着物を金に換え、その上、母親を騙して金を作り、正太郎に渡した。正太郎はこの金を受け取ると、こっそり屋敷を抜け出し、お袖を連れて駆け落ちしてしまったのである。徹底的に騙された磯空の悲しみは深く、傷つき、恨み嘆いて、ついに重い病に伏してしまった。正太郎はといえば、播磨の国でお袖の親戚彦六という男に厄介となり、彦六の家と壁一つ隔てた隣のあばら屋を借りて暮らしていた。ところが、お袖が風邪気味だと言ってひどく苦しみ出すと、もののけにでも疲れたように気が触れて泣き叫び、熱を出して苦しみ出したかと思えば、熱を下げ、普段と変わらない様子も見せる。正太郎は、これは生き量のたたりであろうか。故郷に捨ててきた妻が怨霊となってたたりをなしているのだろうか。と胸を痛めた。そしてみるみる容体の悪くなっていったお袖は、発病して7日の後、死んでしまった。正太郎は天を仰ぎ、地を叩いて嘆き悲しみ、自分も一緒に死んでしまいたい、と騒いだが、彦六がさまざまに言い慰めて、しまいにはお袖を火葬し、骨を拾い、塚を築いて外場を立て、葬を迎えて手厚く葬ったのであった。冥土にいる亡きお袖を慕っても、死者の魂を呼び戻す法もなく、故郷を思えど、冥土よりも遠く思われて、正太郎は昼は打ち伏して過ごし、夕方には墓に詣でて過ごしていた。
自分と同じように不幸のあった人があると見えて、傍らには新しい墓がある。この墓にもう出てくる女を見ると、いかにも悲しげな様子で花を手向け、水を注いでいる。正太郎は、ああ、お気の毒に、あなたのような若い方が、この人気のない荒野に墓参りに来られるとは。女は、あなた様も毎日いらっしゃいますね。大事なお方とお別れなされたのかと、ご心中をお察し申し上げます。と答えて悲しそうに泣いた。正太郎は言った。10日ほど前に妻を失いました。一人残されて、ここにもう出て心の慰みにしているのです。あなたも同じようなご事情でしょう。すると女は、ここはご主人様のお墓でございまして、残された奥様が大変お嘆きになられて、そのために重い病に伏してしまわれました。ですから私が代わって高価をお供えしている次第でございます。ご主人様は由緒あるお家のお人でございましたが、ある人に騙され、家も領地も失い、この荒野の隅にわびしく住まわれておりました。奥様は評判の美人でございましたが、この奥様のためにご主人様はすべてを失ってしまったのでございます。と語った。正太郎は例の浮気心が起こったわけではないが、その奥様と同じ悲しみを語り合い、慰め合いたいものです。お連れいただけませんかという。女は、奥様も心細くいらっしゃるので、どうぞお尋ねください。と言って、先に立って歩き出した。しばらく歩くと、薄暗い林の中に、小さなかやぶきの家があった。女は、ここでお待ちください。と言って家に入り、再び出てくると、どうぞ中にお入りください。奥様が物腰に語り合いましょうとおっしゃっております。と言いつつ、奥へ案内した。そこには古い屏風が建てられていて、古い着物の袖がそこから出ているのが見える。正太郎はそちらへ向かって、ご主人に亡くなられて、儚くも病に伏せているそうですね。私も愛しい妻を亡くしました。同じ悲しみを語り合いたいと思って、こうして参上した次第です。と言った。すると、向こうから屏風を少し引き上げて、お久しぶりでございます。今までの辛い報いのほどを思い知らせてあげましょう。驚いてみれば、それは故郷に残してきた妻、イソラであった。顔色はひどく青ざめ、ドロンとした目つきで、痩せ衰えた手でこちらを指さしている。正太郎はあまりの恐ろしさに、ああと叫ぶと、気を失ってしまった。
しばらくして息を吹き返し、あたりを見ると、家と思っていたところは墓地のお堂で、そこには古びた黒い仏像だけがひっそりと立っていた。遠くで犬の鳴く声を聞きながら家に走り帰り、彦六にこの一部始終を話すと、彦六は、なーに、狐にでも化かされたのだろう。気がめいったままではいけないから、神仏にお祈りして心を静めたらどうだ。戸田の里に祈祷師がおられる。身を清めてお守りの札でももらってきなさい。というので、正太郎は祈祷師のもとへ出向いた。祈祷師が占って言うには、災いはすでに極まり、容易ではない。先に女の命を奪い、そなたの命も今晩か明朝までに迫っている。この怨霊が世を去ったのは7日前であるから、今日から42日間、戸を固く閉めて厳重な物意味をしなさい。私の戒めを守れば、九死に一生を得るだろう。しかし、一時でも時を間違えれば、死を免れることはできない。と言って筆を取ると、正太郎の背中から手足に及ぶまで文字を書きつけ、その上、お札をたくさん与えて、この札を戸口という戸口にすべて貼って、神仏に祈りなさい。戒めに背いて身を滅ぼしてはなりませんよ。と言った。正太郎はお札を受け取って家に帰ると、門や窓にすべて貼り付け、厳重な物意味に入った。その日の真夜中、外の方から恐ろしい声で、とつぶやくのが聞こえたが、その夜はそれきり、二度と声は聞こえなかった。夜が明けると正太郎は彦六の家の壁を叩いて、壁越しに昨夜の出来事を話した。彦六も不思議なことがあるものだと恐ろしく思いつつも、次の夜が更けるのを待った。松吹く風は物を吹き倒すほどに激しく吹き、雨も降り始め、ただならぬ夜の気配に二人は壁を隔てて声を掛け合っていた。そして深夜2時頃になると、正太郎の家の障子窓にさっと赤い光が差して、という声が聞こえてきて、その声は夜が更けるにつれ一層凄まじく、正太郎は髪の毛もよだって気を失ってしまった。それから数十日の間、怨霊は毎夜家の周りをぐるぐると歩いて、あるいは屋根の上で叫んで、その怒りの声は一晩ごとに増していき、凄まじくなってきている。開けてください。ねえ、開けて。開けろ。こうして42日目の最後の夜が来た。今晩一晩で長かった物意味もやっと終わる
と特に慎んで過ごしていると、夜の空もいつの間にかしらじらと明るくなり、日が昇ってきた。正太郎は長い夢から覚めた心地で、すぐに彦六を壁越しに呼ぶと、彦六はどうしたと答えた。長い物意味がやっと終わった。このところは顔も見れなかったので懐かしく思いました。辛かったことを思う存分に語り合いましょう。起きてください。私もそちらに出て行きますから。と正太郎が言うと、彦六も思慮の浅い性分なので、もう大丈夫だろう。さあ、こっちへ来なさい。と言いつつ、戸を半分開けたところ、正太郎の家の軒のあたりで、ああと叫ぶ声が耳を貫いて、思わず尻餅をついた。正太郎の身に何かあったに違いないと、斧を引っ提げて表に出ると、明けたといった夜はまだ暗く、月は中空にありながらおぼろげに輝き、風は冷ややかに吹いている。正太郎の家はと見ると、戸は開け放たれて、正太郎の姿は見えない。一体どうしたのであろうかと、あるいは怪しみ、あるいは恐れて、灯火を振って見回したところが、開け放たれた戸の脇の壁に生々しい血が流れて地面にまで伝わっている。しかし屍も骨もない。なおよく月明かりに見れば、軒の端に何かある。灯火を掲げてみると、男の髪の元取りだけが引っかかっていた。他には何一つない。夜が明けた後も近くの野や山を探してみたが、ついに何一つ見つけることができなかった。祈祷師の占いが正しかったことといい、三釜払いの強調がとうとうそのまま真実になってしまったことといい、真意はまことに尊いことであったと、人々はこの話とともに語り伝えたのである。